これをここで投入。ということで今回はですね、私の思考を超えるシリーズですね。今回ね、新チンジャオロース。チンジャオロースの動画、僕、100万再生以上されてる動画があるんですけども、チンジャオロースってピーマン使ってタケノコ使って結構いろんな下処理したんですよ。今回は本当にピーマンと普通の豚肉でどこまで美味しいものができるかっていう挑戦したレシピでございます。手間かけて材料いっぱい使って美味しいって当たり前。じゃあお肉とピーマンでどこまで美味しいのが作れるのかっていうのが料理人の腕の見せ所じゃないですか。なんで今回はピーマンとお肉、原価も抑えたかったんで、チンジャオロースっていうのは基本的に牛肉で作るんですけども、今回豚こま肉を使ってですね、最高に美味しいチンジャオロース、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介。まず豚こま肉 180g のものですね。こま肉使ってください。こま肉はね、今回ね、チンジャオロースは細切りにしちゃうんで、これぐらいのもので大丈夫でございます。で、ピーマンが、5つで 200g。グラムで合わせていただいて大丈夫です。生姜とニンニク。以上でございます。調味料概要欄に書いてありますので、そちら、チェックして。ということで、恒例の行事なんですけれども、飲みます。ごたくはいいから飲むぞ。飲むぞー。ごたくはいいから飲みます。酒くず。今日の氷占いイエーイ。氷占いとは、氷がどれだけこのグラスに入るかで皆さんの運命を決める儀式である。ちゃんと入れますから。今日はね、中吉でございます。中吉ということはですね、僕が多分明日あたり美味しいお店に出会えると思います。視聴者の皆さんはちょっとどのみちさ、このチャンネルと料理動画チャンネルだからこのくだりって見る必要ないんだよね。でもわざわざこのくだりを見てる人はやっぱり絶対幸せになると思うんで、幸せになってください。この料理うまいんで、この料理作っていただければみんな幸せにしますから。はい、だからみんな大吉です。愛しましょう。なんか酔っ払いすぎても逆にこれが普通になってきた。ということで乾杯。じゃあやっていきます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずね、ピーマンですね、切っていきたいと思います。ピーマンはね、まず半分にカットします。全部半分にカット。で、今回はピーマンで種ごと、ヘタごと使います。なんでかっていうと、ピーマンの種もヘタもめちゃくちゃ美味しいからです。だから捨てる意味ないんですよ。でも、なんで飲食店さんだとピーマンの種使わないのって皆さん疑問に思うじゃないですか。これなんでかっていうと、ピーマンの種が混じってると、飲食店さんって手抜きだと思われるんですよね。種も取れねえのかっていうような評価を下されちゃうんで、飲食店さんではこういうレシピってやらないんですよ。でも、家庭料理だったらいいんですよ。手間が評価されるのは飲食店のプロなんですよ。家庭料理は手間が評価されないんで、手間をかける必要ないです。結果だけうまければいい。なんで、これを細切りにしていきます。種ごとですよ。種ごとこんな感じで切るんですよ。細切りのお肉と細切りのピーマンでやるんで、これはね、種ごと切る。しかるべき処置をすると本当にね、美味しくなるし、実は種って栄養価高いんですよ。だから捨てる意味ないんですよね。でもね、日本の料理って結構こう手間をかけたらかけただけ、いいっていう風に言われてるんですけども、マジで、手間って別にどうでもいいんで、かける必要があるんだったらやるべきことであって、別に手間をかけること自体は何の評価もされなくていいです。本当にここが飲食と家庭料理の違いで、飲食は手間をかけることが美徳とされるんですけども、家庭料理は手間をかけることが美徳とされないです。なんでかっていうと、手間が、お金に換算されないからなんですね。しない苦労はしなくていいです。家庭料理においてはね、評価されないことをやる意味ないです。僕はピーマンの種を丁寧に取って、ヘタも丁寧に取って、やるチンジャオロースっていうのも別にやってもいいんですけども、別にお店じゃないんで、そこが家庭料理と飲食の違い。そこまでやるんだったら飲食店やった方がいいです。で、このチャンネルは飲食をやらない人向けなんで、家庭料理向けなんで、でこんな感じですね。種ごと真っ二つしました。ニンニクを皮むいてみます。で、皮むいて、はい、OK。したら、このボウルに、このピーマンを、移しておきます、ね、種ごとね。でそしたら今度肉切ります。豚こま肉って、大体これスーパーによって結構違うんですけど、こういう細切れになってるんですね。はい、豚こま肉ってどの部位とかってなくて、切れっ端を集めただけなんで、こうやって重ねていくんですよ。チンジャオロースっていうのはやっぱ細切り肉でやるもんなんで、細く切りたいけどお肉がまばらなんで、どうやって細く切っ
ったらいいのかっていうのはちょっと分かんなかったりするんですけど、こうやってねちょっと広げてってね。でこれで、こうやって切ると肉短くなっちゃうんで斜めに切るんですよ、こうやって。そうするといい塩梅の薄切り肉ができる。この塩梅はいいでしょ。でこれ薄切り肉できました。そしたらねピーマンね、やっていきたいと思います。チンジャーオロース作るときは生のピーマンねフライパンにバッと入れると思うんですけど、ピーマンってね最初に少し加熱しておくとすっごく甘みが出て美味しいんですよ。あらかじめちょっと下処理していきます。ここにごま油ね小さじ2杯、ごま油小さじ2杯ね、振ってちょっと軽くあえといて、軽くあえる。でそしたらこいつを600ワット1分20秒チンします。ラップしないでいいですから。そうすると程よい加熱がされて炒めた時にすっごく美味しくなるんですよ。これ油と一緒に加熱することによって、中華でいう油通しと同じ効果があるんですね。これはね至高のもやし炒めとかでもやってる手法なんですけども、これで、一旦加熱します。で、加熱してる間にこっちのお肉まず塩コショウ軽くバーッと振って、で、お酒が大さじ1杯でこれで臭みを抜きます。そして、片栗粉小さじ2と半分1と半分、はいこれでございます。はい、でもみもみする。こうすることによって、片栗粉とお酒でコーティングされるんですね、このお肉が。はい、で豚こま肉って基本的に端っこの肉を使ってるんですごく硬いんですよ、そのままやると。でもこれで片栗粉とお酒で水分を補強して、さらに片栗粉をまとわせることで水分が外に飛んでかないんですね。なんで非常に美味しい、豚こま肉になります。なんでこれ揉み込んでください。はい、これが下処理です。はい、でもこれだけで片栗粉とお酒さえあればできる。したら、これお肉の下処理は、完璧でございます。したらですね、ピーマンが仕上がりました。ここにね味付けしていくんですよ。お醤油が小さじ2杯、お砂糖が小さじ1杯、甘みつけますね。お醤油は味のベースですね。オイスターソースが小さじ2杯なんですよ。これでコクと、風味をつけます。これそして味の素3振りで、ここに生姜とニンニクもおろして入れちゃいます。こっちに味付けすんの。そしたら後でやるのがすごく簡単だし風味も良くなる。生姜の方がちょっと多いぐらいですね。ニンニクが 3g ぐらいなんで、多分半分ぐらいでいいと思う。これどうするかっていうとあえちゃいます。そうするとピーマンにいい感じの下味がつきますし、後で調味料をどさどさねフライパンに入れて、フライパンに入れる間にピーマンに火が通り過ぎちゃうっていうのを、防ぐんですね。これで下処理もう終わりだから、ここまでできたらもうほぼ失敗しないです。はい、じゃあやっていきたいと思います。あればラード、なければ別に普通のサラダ油で結構です。はい、小さじ2杯ぐらいね。ラード使う利点っていうのはやっぱり豚のね油の味がつきますんで、すごくコクが出るっていうところですね。わざわざ、ラードを買うのに迷うぐらいだったらサラダ油使った方がいいです。それだから全然うまいです。ラード熱して熱せてたら肉ちょっと広げながら入れる。この細切れ肉を炒めていきます。まずお肉を炒める。箸でちょっとほぐしながらやってください。片栗粉で揉み込んでるんで結構ねダマになってるところが多いんで、片栗粉って結構まとまるケースがあるんですね。だからパラパラっとこう炒めていただくといいと思います。でパラパラと細切り肉が炒まってきました。8割方火入ってます。でここでさっきの電子レンジで加熱した味付けされたピーマン、これをここで投入。火は強火です。火は強火です。こっから炒め合わせる。火があらかじめ結構入ってるんでそこまで、炒めなくていいんです。さっと炒める。全体が馴染んできたなぐらいな感覚でいいです。そしたら最後に黒胡椒をかけて、思ったより2倍ぐらいかけて、で、ピーマンがちょっとしなっとしたらもう完成です。炒めはね1分ないぐらいです、はい、うまそうだ。ピーマンがね仕上がってる。これがうまいんだよね。ということで至高を超えたチンジャオロース完成です。それでは食べてみましょう。食べていいです。いただきます。じゃあこれですね、もりもりピーマン
最後だ。香りがいいねこれ。またいただいちゃいますよ皆さん。うまっ。こま肉はさ、こま肉じゃねえのよ。ジューシーすぎる。ピーマンもすっごいいい感じで熱が通ってて甘い。でもクタクタかと言われるとクタクタではなくてちゃんと火が入っちゃうんですよ。これはクオリティ高えな。ピーマンの苦さを消して食感だけ残すってすごく難しいんだけどできるんですよ。そう電子レンジだからね。これはね味変かもしれないでしょ。ラー油です。うまい。やりよったな。俺やりよった。ピーマンの一番うまい食べ方なんじゃないこれ。食べちゃう。乾杯。乾杯。いただきます。やっちゃってください。ピーマン多いね。ピーマンを食う料理だ。うまいだろ。爆裂うまいですね。爆裂うまいだろ。ピーマンの良さをね生かしてるんですよ。最大限みたいなの。うわこれはすごいわ。うまっ。無限にピーマンいけちゃうこれ。家庭料理感もあるんだけど、ピーマンの食感はお店と同じなのよ。おおなるほど。これは家で作れたらやばいね。これうまいでしょ。外で食べなくても全然これ家でいいね。これねコツいらんから。大体チンジャオロースってまず油通しっていうのをしてさっと揚げるんだよね。油通すんだよね。でそっから炒めるから中華屋さんのピーマンって甘みも出つつピーマンシャキッと感を出すんだけど、それがなんと電子レンジで。おおこれはもうご飯でも全然いけちゃうねこれ。つまみもいいけどやっぱねご飯もこれやばいね。ご飯もいけちゃう味になってますよこれは。ラーメン油の味。油ね。ピーマンねゴリゴリ食えんのこれ。うまっ。ラー油合わさるとご飯もあれなんだけどつまみ感もかなりでね。ピーマンの食感すごいね。そうこれはね電子レンジプラス炒めっていうマジ使える。炒めの技術ってさ中華屋さんだとさやっぱりもう長年のさ感覚でやれるけど家庭は無理よ。毎日野菜炒め作るわけじゃないからそれがなんと電子レンジ先生が全部やってくれる。すごいね。それも感じ毎回出たら最高っすね。そう生じゃないしクタクタ好きもしないこの感じね。そうこの感じをね炒めだけで出すのってすごい熟練の腕が必要なんだけど電子レンジでチンしてから炒めると割と出ちゃう。おおその技術もすごい。超合理的人間なので計算され尽くしたってことですね。お料理サイコパスなんだよね。この料理を映画に例えると何？この料理を映画に例えると達也ね。あ俺お料理サイコパス。やっぱ羊たちも注目しないと。なるほどレクター博士。そうだよね。それぐらいよ的なね。ちょっとダメージじゃないそれこれ一応料理番組だからレクターってさえダメだったさすがに。まさか羊たちの沈黙出してくるとは思わない俺さすがにね。お料理サイコちょっと面白いわということでお料理サイコパスが作る新チンジャオロースぜひ食べてください。俺がレクター博士ってことね。そうだね。まあそうかもしれない